それでは、参加通行等々、反対等々、勝利に向けて、今年も頑張りましょう。乾杯。発災同盟の本日の勝利を、裁判で取ろうと、強制買い上げ、これは、いわば、強制代執行というのは今までことないんだけども、形を変えたやっぱり、強制収奪であるということ、これは間違いない。政府はいかなるその状況にあっても強制的手段は取らないと。これはもう当時の村岡大臣の約束であって、村岡大臣がその発言をするにあたっては、いわゆるその発言報告で了承という形で各国でもちゃんと認めて、そしてその村岡発言になったものです。でこれは政府の約束なんですよね。でそれをそこからすれば今回の彼らの所業っていうのは明らかにそういう政府の約束を防衛するようなそういう内容の意味でもあるという。でそういう意味では今言い方がちゃったけども、でももし戦う必要があれば血を流しても戦う必要があれば私はそれを呼びかけたいというふうに思います。それは筋ですから。でそういう意味で、この2011年は、どういうこれが年になるか知りませんけども、わからないんですけども、でもやっぱり、ただその平穏な11年じゃないような気がするんですけどね。1番目はですね、20万回、30万回の発着に対してですね、すなわち人権蹂躙、人権侵害、これを回復させるために我々は断固戦うと。増便のためを阻止するためにあらゆる手段で戦っていくと。これ第1点ですね。で、第2点目は、いよいよ2月24日から、教育と裁判の証人尋問が始まるわけでありますが、後で説明があると思いますが、我々は一寸の土地元を譲らないで戦うと。これが原則です。3番目はですね、KPP、すなわち日本の農業を潰すということで、形成の改革ということで今大騒ぎになってるわけですが、やはり日本の農業を守るためにですね、KPP、絶対反対をしていく。これは私の基本決定です。我々は一貫してですね、やっぱり戦争に反対して、それから反権力の勢力として断固共闘するんでこれからも進んでいくと。そういう原則はやっぱり堅持していくと。そう思います。裁判を起こされたから、1年ちょっとになるわけですけれども、今年は2月、3月と、証人尋問が入った一つの山場を迎えることになります。上に建物が残っていく限り、少なくともC滑走路なるものはできない。で、C滑走路ができなければ、当然離発着のね、上限からかなり小さくなるので、建物が実際に壊されることになったら、僕も現場に駆けつけます。加瀬さんみたいに生き健康たる気持ちを持ち続けながらね、裁判とそれからその先の戦いを、共にしていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。この間着物の態度を活発な人が集う場所にしようということで頑張っておられる大森武則さんの方から、こういうこと挨拶をお願いいたします。はい。今、ご紹介いただきました大森武則です。つい昨日もですね、この紙に書いてある通り、ちょっと昼のプール清掃活動を始めました。泥にして1トン半、2トンぐらいですね、人力で全部泥かけてありまして、プールの方はほぼ目処が立ってきましたんで、なんて言いますか、本当にあとは人力でなんとかやるところまでやると。で、その中で今、だんだん人がですね、助けてくれるようになってきまして、
東京から茨城から俺もやるぞということでやってくれる若者が増えてきました。でそういう人脈も使ってですね、今あそこを使っていろいろ企画していることがありまして、一つはプール開きももちろんできるんですけども、プール水がない状態の時にあそこにでかいスクリーンを置いて映画祭、青空というか星空映画祭みたいなのやったりとか、あと最近流行りのお見合いパーティーあとちょっと釣り堀やってみたりとか、とにかくあそこに人を集めて、しかもお金をちょっとできれば集められれば、ペンションの補修費用、プールの補修費用と、であとは第一教員会の方にもきちんとそういうふうに情の基金がきちんといただければ、この活動の資金にできればなということでやっていこうと思ってます。はい、実はですね、今日も大変恐縮があるんですけども、乾杯をお願いしたいと。はい。で、今日はちょっとあえてこのヘルメットを持ってきましたけど、はい。親父のヘルメット。そうです。これ2000円だから。2000でございます。2000円なんで。知ってる方もいるかと思うんですけど、一緒の間マンちゃんって呼ばれてますので、なんかよく呼ばれてるみたいで、知ってる方もいるので、それでなんとか集まった際はですね、ここにいる皆さんもぜひ、プール開きに参加していただきたいと思います。はい。で、まだ独身の方にはぜひお見合いパーティーに参加してください。はい。全然結構です。はい。おいらくの声で。20歳から100歳まで。はい。やりたいと思いますので、ぜひですね、お金のある方はお金のカンパを、ない方は労働力のカンパを、はい、ぜひご協力お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。一つはね、日本にやっぱりハブ空港を作られなかったっていうことはね、一番やっぱり笑いの成果だと思うんですよ。それは関西からね、中部からね、羽田から成田まであるけど、成田を中心にここまで作られなかったと。で、羽田で申し訳ないけど、羽田が羽田のこういうのは番組がやってるでしょ、テレビやなんかね、新聞で。こっちは一つの景気が上がんないわけですよ。で、それは何かというとね、闘争が強烈にやったもんだから、どんなイベント組んでもね、闘争のことが前に出ちゃうの。いくらした後ね、彼らがどんな企画をされてもね、現実に闘争をやって機動隊がルーチをしてるわけですよ。で、要塞になって、空港が要塞になってるわけですから。だから、連中がどんなアイデアを出しても、やっぱり闘争が前面でると。で、このね、我々が40年間にわたって築いてきたですね、空間というのはやっぱり大切にしてですよ、やっぱり発展させていくという、そういう誇りと自信は私は持ったらいいと思うんですね。俺、羽田のね、開港を見てみてね、やっぱり投資したんだなってね、こう実感としてですよ。それからやっぱり静岡とかね、茨城とかって、ああいうブラブラ小国家やってるわけでしょ。だからこの空港の彼の政策の矛盾をですね、やっぱり徹底的に追求して、で、産業の空港もより大切により豊富に、そういう戦いをやっぱり進めていきたいと。我々の作った空間というのは40年かけて大変な犠牲を負ったんだけど、やっぱり素晴らしい空間だというふうに誇り持っていいと思います。以上です。よろしいですか。ありがとうございます。それからもう一つ、三日との関連で言いますけれども、私は先月の3月24日に東京地裁で裁判やってまして、この裁判でついに負けることなく全面勝利したんですよ。それはどういう日雇い運転手の裁判やったんです。で、この日雇い運転手の裁判やってるのは特設の闘争をやってる人たちが死してたんですよ。これは誰と戦ったかというと、組合のボスと戦ったんです。労働対決です。全面勝利です。腐敗堕落してるんですよ。組合員の金を、自分はね、年金をものすごくもらってるんですよ。この戦いのね、精神は何だって、三日闘争と通底するんですよ。なんだ、組織が大事じゃないんですよ。労働組合の憲法第28条はね、設計されてご存知ですね。労働者の団結権、戦う権、団結する権、これを保障してるんです。28条っていうのは。
この28条をめぐる戦いなんですよ。我々の戦いは。だから、国労の闘争も、国鉄の闘争も、我々の闘争も、それから三陸間闘争も全部通鉄です。つまりどういう判決が出たかというとね、組合、労働組合で多数であればいいっていうもんじゃないんだと。その多数の労働組合の基礎は一人なんだ。一人の労働者がね、実は労働者なんだということを、団結権の基礎なんだという判決が出たんです。もう歴史的に、思想的に勝利したこの戦い。三陸間闘争、私はそう思っております。三陸間の戦いは農民が、町長だとか、なんだとか、県知事だとか、偉いやつじゃなくて、自分たち個人の生活をかけて、命をかけて戦った個人の戦いなんですよ。憲法28の労働者の個人の戦いとなんです。基礎はそこなんです、団結。三陸間の戦いの団結の基礎は個人なんです。農民個人なんです。あるんじゃないかなと思うんですが、昨日のペンションである子は集まりあったときに、ここは国際大学にしたいと思って、次は発信するんですけども、超有名な学者と超無名な生活者を教授に従えて、30人ぐらいを別に3ヶ月みっちりそこで学習会をして、試験もない、入学試験もない、卒業試験もない、最高の権威のある卒業証書を出して、本当の人間をね、あそこで作り出していきたいなと思って、いろんなところで発信するんですけどね、特に全国学習委員会が1972年に作られたと聞いてるんですけども、友達作選挙で全国の人たちが結びついたときに、その人たちのネットワークから無所属だけど我々は革新だ、小松武さんに言われば三陸間を知っとるということが入る条件だったらしいんですけども、そういう革新議員会議というのがいまだに毎年2泊3日で各地で合宿しとるんですよ。で、第1回目は釜ヶ崎でやったんですよね。釜ヶ崎ってのはすごいとこなんでね、場所そのものはすごいんですよ。そこで合宿やって、で、去年はヤンバでやってね、で今年はこの広根でやるんですよ。で、ここをね、世界中の人たちがやっぱりこう集うような場に、そういうものを持ってる、もうネンバリウムは世界中に持ってるわけですからね、ここはやっぱり生かしていきたいと思って、勝手にもう僕はイメージ膨らまして、いろんなところに発信をして、今日はそのことがあってね、今日初めて僕はこのいつもこれ写真で見てるんですけど、この光景はね、写真でいつも見てるんですけど、初めてしていただきました。関西新空港にも反対して、当時はいつも西の関西とこの三陸間とはいつも一緒で、挨拶をいつもトップにさせていただいたことをずっと思い出したんですけどね。だからそこで今大森さんが季節して同じような発想でね、やっぱりやったんで感動してるんですけど、ご指名なんで頑張ろうとしてさせていただきます。だけど三陸間闘争勝利に向け団結して頑張ろう。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 ここまで上がる。